そちらを紹介していきたいと思います。以前出した動画でですね、フライングタイガーコペンハーゲンのお菓子だけを買って、そちら紹介しました。ちなみにそのお菓子で前回気に入ったこのロールグミ、もう本当にこのグミめちゃくちゃ気に入ったので、ちょっと今回2つ買ってきちゃいました。あとね、ポップコーンも買ったんですけど、我慢しきれなくって食べちゃいました。はい、以前も言ったんですけど、全てね、ユニークでポップなデザイン性に優れた北欧雑貨ということでですね、どんな雑貨を買ってきたのか、あきらさんはそちらを紹介していきたいと思います。はい、それでは、早速紹介していきたいと思うんですけど、今回めちゃくちゃ買いましたね。先に合計言いますと、お菓子も合わせて5017円を、購入してきました。ちょっとね、めちゃくちゃ買ってしまった。予想以上にちょっとお値段いっちゃったなっていう部分はあるんですけれども、じゃあ最初は文房具系を紹介していきたいと思います。まず1点目、じゃじゃーん。はい、こちら文房具セットとなっております。はい、こちら1個300円となっております。中にはですね、ハサミ、ホッチキス、テープ、あとホッチキスの替えの芯、あとちょっと謎のが1個あるんですよね。なんじゃろ、ちょっと開けてみます。こちら何に使うんでしょうか。なんかホッチキスみたいな形してるけど、これなんじゃろう。デスクワークの人ならわかるかな。なんじゃろ、ごめんなさい。これちょっと使い道がわからないです。ちょっとわかる方いらっしゃいましたら教えてください。何かしらハサミとかはちょっと行方不明になりがちなんで、ちょっとこういうのにまとめて入れておくといいかなって思いました。次、はい、こちらペーパーテープということで、こちらがですね、太さが違う紙テープなんですけど、こちらが3つで250円になっております。私ですね、よくメモをパパパって書いて、でよくパソコンにね貼っつけるんですよ。付箋に書くのもいいんだけど、やっぱり付箋の粘着力ってちょっと弱いから、パソコンに貼っつけてたらすぐ取れちゃうんですよ。なのでこういうね紙テープだったらこうやってねすぐ手でもちぎれるし、粘着力もあるので、パソコンに貼り付けるのでちょっといいかなって思って買いました。はい、続きましてこちら、はい、こちらカードケース1つ300円となっております。横だねこれ。はい、スイートラブって書いてあります。はい、これがね結構丈夫で、中身もこのような感じで小分けにできるタイプになっているので、女性といえばやっぱお店のねポイントカードだったりって増えてくるんじゃないでしょうか。私もねちょっと増えてて、お財布に収まりきらないぐらいポイントカードとか、あと病院の診察券とかっていうのがあるので、お財布に収まらないものとかはちょっとこのカードケースに入れようかなって思って買いました。はい、続きましてこちら、じゃじゃーん。はい、こちらですね、ドキュメントケース300円となっております。はい、このようにですね、もう黒くてちょっとシックでかっこいい感じなんですけど、このねゴムを取って中広げるとパパパパンすごいカラフル、すごい虹色だ。私もそろそろねやっぱお金関係とかしっかり管理するべきだと思って、その月ごとにねなんかレシートとか入れて、なんかそういうお金を管理していこうかなって思ってこういうのを買いました。ゴムついてるからこうやってねそしておけば、この本体自体がバサッて開いて中身が落ちる心配もないですし、めちゃくちゃいいなって思いました。続きましてちょっとおしゃれ系ですね。ちょっと2点一気に出したいと思います。はい、でこちらじゃじゃーん。こちらがヘアブラシ、そしてこちらがアクセサリーケース、ジュエリーボックスですね。こちらのヘアブラシが250円、こちらのジュエリーボックスが500円となっております。はい、こちらヘアブラシ開けてみたんですけど、ちょっと卵型みたいな感じになってて、こっちの側面はねなんかすごく細かくってすごく柔らかい感じな素材になってます。いやもうこのデザインがすごく春らしくてめちゃくちゃ可愛い。やっぱ持ち歩くのにね、やっぱでかいブラシだと場所取ったりしちゃうので、なんかこんぐらい手に収まるぐらいの感じのヘアブラシいいなと思って買いました。使い心地はね、もうこの解くところが本当に細かいから、もうスルスルって
通るのでめちゃくちゃ使いやすいです。はい、でこちら出してみましたジュエリーボックス。さっきのね櫛とちょっと似たような感じなデザインでね、もう春らしくてめちゃくちゃ可愛いです。他にもねちょっといろんな柄あったりしたんですけど、私青が大好きなのでこの青色を元にしたこのデザインを買いました。で私ですね、そのベビーメタルのねライブ参戦したりすることがあるんですけれども、大体が県外なのでそのホテルに泊まったりもするんですが、その時にねやっぱアクセサリー類とかもうカバンだったりポーチの底にポンってそのままほったらかして、で次の日にあれイヤリングがないとかネックレスがないとかってガサガサって探しちゃうので、アクセサリーボックスめちゃくちゃちょうどいいじゃないかお出かけする時にと思って買いました。ちなみに中身がこんな感じで、こっちにねこういうねリングだったりピアスだったりっていうのをここ入れたり、あとネックレスはねこっちの方に入れたりしたら、そのポーチのね奥底で行方不明にならずに済むなと思って、もうこれめちゃくちゃぴったりじゃないかと思って買いました。多分この2つはちょっと旅行とか行く時にものすごく役立ってくれるんではないかなって思います。続きましてこちらじゃじゃーん、見えるかな。はい、ジッパー付き袋使い捨てということで、こちら見えるでしょうか。ユニコーンちゃんが書いてあるね、ジッパーとなってるんですけど、こう開けてみましょうか。他にもねテントウムシだったりパンダだったりニワトリだったりお花だったりっていういろんな柄がありました。その中でねもうユニコーンめっちゃ可愛いと思って買ってきたんですが、はい、このような感じでねユニコーン書いてあってもめちゃくちゃ可愛いと思って買いました。なんか旅行にね小物入れて持ってったり、あとはお菓子のね余りをこの中に入れたりだったりっていろんな用途に使えるなと思ってこちら買いました。はい、続きましてはいこちら、はい、ほうきとちりとりのセット、こちらが200円となっております。はい、なぜこれを買ったかと言いますと、やっぱこういう机でもね汚れが溜まってきたりしちゃうので、このちっちゃいほうきとちりとり使ってお掃除できたらなと思って買いました。はい、そしてですねこのちりとりの裏になんとですねじゃじゃん、はい、このようにですね磁石がついてるんですよね。鉄とかねそういう部分に貼っつけれたりもするので、これは結構いいものじゃないかと思いました。続きましてはい、こちらじゃじゃーん、はーい、こちらおひげのハンガーとなっております。アクセサリーハンガーと言いまして、こちらが300円となっております。ここら辺に引っ掛けるんじゃなくて、今ここ出っ張ってるところ見えると思うんですけど、ここにねアクセサリーネックレスだったりっていうのを引っ掛けてねこうやってハンガーでね保管しておけるというものになっております。私ネックレスもいっぱい持ってるんですけど、その収納の仕方がどうすればいいんだろうって感じで、ちょっと今カンカンにそのままボンって、詰めてあるので、やっぱそうするとやっぱネックレス同士が絡まって、今これつけたいのにっていう時にもう他のが絡まっちゃって、そのほどくのに時間がかかっちゃうみたいなっていうのがもう多々あるので、なのでちょっとこういうのにちゃんと引っ掛けてね綺麗に収納しておきたいなと思って買いました。はい、じゃあ続きましてこちらじゃじゃーん、ハート型のフォトフレームとなっております。こちらがですね600円となっております。すごくこのハート型のねフレームっていうのが可愛いなって思ったんですけど、この額縁に入ってあるこの絵をめちゃくちゃ個性的じゃないですか。なんかこのまま飾るのも面白いなって思ったんですけど、でねこれ見た時にね欲しいなと思ってハートだし可愛い買うって決めたんですけど、じゃあ実際この中にね何入れようかなって悩んだんですよ。その私の大好きなアニメのキャラクターの写真を入れるか、それとも家族の写真入れるか、ペットの写真を入れるか、ちょっと今現段階でもものすごく悩んでるんですよ。なので入れるものが決まって、ここにちゃんとねフレームに入れたらちょっとまたお写真で見せようかなって思います。ちょっとですね先ほど一番最初に文房具の紹介したんですけど、ちょっと1個忘れておりました。はい、こちらじゃじゃん、ボールペン、こちらボールペンですね。250円となっております。いやボールペンめちゃくちゃ持っとるじゃんって自分でも思ったんですけど、この上のね丸のこの色合い大好きで、私これ見た瞬間に買
買うって決めたんですよね。もう本当にこの色合いが可愛くってこれちょっと今描いてみたんですけど、黒かと思ったらまさかのね青色のボールペンでした。はい、続きましてこちらじゃじゃーん。はい、メモリーゲーム、こちらが300円となっております。メモリーゲーム、私もねこれ見た時になんだこれって思ったんですよ。日本語でこちら真剣衰弱ゲームって書いてあるんですよね。真剣衰弱ゲームって言ったらトランプでね、数字を揃えていくっていうゲームだと思うんですけど、これはトランプじゃなくて絵柄を揃えていって真剣衰弱するゲームだと思うんですよね。こういう風にちょっといろんなねほらいろんな絵柄が出てくるのでね、こちらの柄を当てていくゲームとなってるんですね。ちょっと今まではねなんか数字を覚えてって感じだったんですけど、これはね柄を覚えて真剣衰弱していくっていうゲームになってるので、ちょっとこれ楽しそうですね。とりあえずこれはねいずれ遊んでみた動画を出してみたいと思います。はい、続きましてもうラストかな。ラストですね。はい、ラスト飾るのこちらじゃーん。はい、こちらですね、キャットトンネルとなっております。こちらが300円いたしました。っていうのもですね、我が家には、猫が3匹おりまして、1匹はね、私が中学生の頃からもうずっと一緒にいる猫がいるんですけれども、もうその子はね、なんかこういう遊び道具よりかはヘアゴムが大好きで、もうそれでしか遊ばないんですよ。で、あともう2匹猫いるんですけれども、その2匹はね、2年前ぐらいかなに、飼い始めて、でその子たちはねまだ若いということでもう遊び盛りなので、こちらのねキャットトンネルで遊んでくれないかなと思って買いました。ということで最後にちょっとこのキャットトンネルを開封して猫ちゃんたちに遊んでもらいたいと思います。はい、というわけでキャットトンネル開封してみました。もうさっきからねなんかコロコロ転がってっちゃうんですよね。なんでだろう。はい、ここにね鈴がついてたり赤いポップがついてたりしてます。で先ほどから猫ちゃんたちの反応はこちら。はい、めちゃくちゃ興味を示しているご様子ではございます。じゃあね早速、この2匹を解き放って遊んでくれるかちょっと様子を見てみようと思います。よいしょ。それでははいお待たせしました。開封じゃじゃーん。はーい、さあ遊んでくれるか。あ、入ってくれた。早速どう入ってくれた。やったー。まさかのすぐ入ってくれるとは思いませんでした。ちなみにこの黒猫はサスケと言います。男の子です。それ寝袋じゃないよ。あれ待ってあれサスケ落ち着いちゃった。落ち着いちゃったのサスケで。ちなみにこっちの白黒の子がサチと言うんですけど、サチが遊べないよそれじゃあ。ねえサスケ。はい、なぜだかサスケが落ち着いてしまいました。遊んでくれてはいるんだけどね、すごく嬉しいんだよ、気に入ってくれたんなら。だけどねサチがもうずっとさ横で座って見てるの。サチもきっと気になるんだろうね。サスケくんが全く出てきてくれません。どういうことでしょうか。サチはだいぶ警戒しております。サチ、あなたはサスケ。どうしたん、そんなに気に入ったん、そんなに気に入りましたか。
はいというわけでフライングタイガーコペンハーゲンで買ってきた雑貨たちを紹介していきました。今回私が買ったのはこういう文房具系だったり、こういうね美容系だったり、あとフォトフレームだったりっていろいろ買ってはみたんですけれども、他にもねなんかお子様が遊べるようなおもちゃとかもありましたし、あとキッチン用具、お皿だったり水筒だったり、あとタッパーだったりっていうキッチン用品もねもういろいろ揃ってました。なので今回ね紹介しきれてない商品もたくさんありますので、もしね、近くにフライングタイガーがございましたらぜひ足を運んでみてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram もやっておりますので、下の概要欄のリンクからフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。